にある駿河屋大宮店さんに来ています。ということで今回はブラショ会です。このチャンネルをよく見てくれている方は気づいているかもなんだけど、最近ブラショ動画多くない？実は私密かに毎週ブラショ生活を始めていて、1週間に1回は絶対ブラショするって決めてるんだよね。毎週ブラショするっていう生活って人生の幸福度めっちゃ高そうじゃない？ということで今日は駿河屋大宮店さんなんだけど、来させていただくのは今回が初めて。でも駿河屋さんはよく行くし、大宮に駿河屋さんがあるっていうのは前から知ってたんだよね。そして駿河屋大宮店さんなんだけど、お願いしたところ快く撮影許可をいただくことができました。本当にありがとうございます。ということでブラショなので今回も予算は2万円です。早速店内に向かいたいと思います。ということで店内入ってきました。こんな感じでもうめちゃくちゃフィギュアの棚があります。奥はねショーケースで上までびっしり、もうパッと見ただけでもう結構大型フィギュアとか、向こうの奥までねありますからね。結構こっちも粘土とか美少女系とかもここにあるし、結構種類豊富だね。私の大好きなねミクのコーナーとかもねここにあるし、こっちは進撃ブルロとか、あとリゼロとかか。で、ここら辺に5等分とか入ってきて、ちょっと5等分のバニーちょっともう映ってるけど欲しいわ。で、こっちに食玩みたいなのとか、ちょっとした雑貨とか小物みたいなのがあって、まあここも奥にね、ショーケースありますけど。で、ここがちょっとしたショーケースと、あと、チェーンソーがね、ボンとありますね。最近旬なやつがちょっと置いてあるのかな。それではね、さっきの入り口付近に戻って、いろいろね、撮っていきたいと思います。じゃあまずはドラゴンボールから行こうかな。棚一面ドラゴンボール。まあ、ちょっとナルトもあるけど。いいね、このブレマ。1万1000円。未開封っぽいですね。これ確かに色違い持ってる気がするんだよね。赤ジャケのやつ。あれこれ持ってたっけ？ 18 号さんハンターとしては欲しいんですけど。どうだったかな？持ってるか？でもさ、私これも欲しいんだよね。フリーザ&悟空のフィギュア。ちょっと箱の状態があれですけど、7200円。中身は未開封っぽいので、いいんじゃないかな。あ、ラディッツいますね。ラディッツもできんだよね。1万2000円ってことは空いてない。ね。箱もすっごい状態いいわ、これ。なんか完備品っていう感じがする。1万2000円か。悩むな。あとグランディスタの黒悟空いますね。いいね、いいね。これも持ってないわ。なんだかんだね、ドラゴンボール意外と持ってないというか、取りこぼしてるやつもあるんだよね。私の旦那さんですね、見かけたら挨拶しなきゃいけないってルールがあるので、こんにちは。埼玉にもいます、私の旦那さん。あれこれ持ってたっけ？マッチメーカーズ。ブロリーのプライズ一通り持ってる気がするんだけど、ちょっと私の記憶違いかもしれない。持ってないんだったら買って帰る。なんじゃこの義乳特戦隊。バータよね。うわー、なんかすごいテープに年代を感じる。全4種？誰かがセットってこと？うわー、なんか懐かしい感じの造形っていう。いつのなんだろうこれ。なんか趣がありますね、このバータは。全力で埼玉で一人でポーズしてます。ドラマチックあるわ。なるほど。これはボール1だけか。近くに探せばあるかな？ないな。天使悟空だったらいます。すごい。これも箱綺麗。これさ、全部セットで揃えるの難しいかな？ご飯と悟空とさ、セルで。ないかね、どっかに。結構探してるんだよね。けど全然なくて、1個単体でポンとかはあるんだけど、なかなかこう、3点セットみたいな。ワンピースとかだと結構さ、ある時はセットであったりするんだけど、これだったらね、単体で買ってもいいし、9100円でこんだけ箱綺麗なんでしょ。じゃあいいかな、別に今回これでも。ドラマチックもね、揃えていきたいなと思うので。ドラマチックだけでも動画やりたい。うわー、これも持ってないんですよ。魔人ブ吸収。前回私はこれでなんか吸収したいなとかバカなことを言いましたけど、じゃあ誰を吸収したいんだろう、私は。なんか服装引きずる系かっていう感じ。服装が自分の好みじゃなかったらしんどくない？でもさ、これ6300円だったらいいんじゃない？私持ってないからこれ。ちょっと欲しいですね。ポルンガだーん。1万2000円です。ポルンガさんなんかこれ、プリってしてて可愛いんですよね。シワが全然なくて。なんか岩倉さんのさ、ポルンガゴツゴツシワシワっていう感じじゃん。これはこれでなんか可愛いよね。トゥーンみたいで可愛い。褒め言葉なんですけど、褒め言葉って触るといいな。めちゃくちゃ可愛いなと思ってる。いつ見てもおもろい顔してるなと思います。爆死した時私こんな顔してる。最後の渾身の一枚が、なんかタオルとかだった時の顔。これ結構安いんじゃない？どうだろう？ 18 号さん。
箱めっちゃ綺麗よ。なんか箱綺麗なやつ多いな、ここ。あ、ピッコロさん、私これもっとなんか高い値段で買った気がする。こんな綺麗じゃなかった、しかも。ね、造形展開時の箱ってあんまり綺麗じゃないというかさ、保存状態がみたいな時あるけど、めちゃくちゃ綺麗じゃないこれ。絶対これ開いてないよ。古いプライズって初期不良とかあったらもう一回買い直さなきゃいけないっていうなんか悲しみあるけど、でも、この値段だったら全然チャレンジできるよね。いたブロリーさん。ちょっと失礼。うわー、2体目欲しい。この微妙なさ、髪のテカテカ具合が好きで、まだ開けてないんだよね。あ、下にもいました。こんにちは。で、さっき映ってたように、こっちにナルトのコーナーがあります。これ最近出たけどまだ取りに行けてないとか、ゲーセン自体全然行ってない。もうめっちゃ仕事忙しくて。うわぁ。バイブレーションスターズナルトもできんだよね。あとこのサスケも欲しいし。でもマダラが私一番好きだから。サスケの懐かしい。ピントが全然合わない。リーこんな値段になっちゃったの？まあでも出来めっちゃいいもんな。このナルト珍しくない？あんまりない。で、この駿河屋さん箱超綺麗。開いてないですね。ちょっと欲しいこれ。ジャンプ50周年アニバーサリーフィギュア。区内1本付属。この3つついてんのかな？それ結構大事。そう、イルミが全部針つける感じのやつで、もう私震えましたね。もう絶対おるじゃんと思って。針だけなんか5、6本つけといてほしいんだけど。あ、これも可愛い。ニャルトの大きいやつ。私はあれが欲しいんですけど、ガーラのが。でも綱で可愛いね。ペロンって出てる。可愛い。なんかバーとかに置いといたらいいんじゃない？あ、滅のバイブレーションスターズのマダラですね。これも欲しい。マダラとガーラだけはフィギュアコンプしてもまあいいかなとか思っている。一番下の段に私の愛してやまないシュカークがいました。シュカーク持ってないんだよね。あ、そう、ブンタも持ってない。でもシュカーク可愛すぎない？ボルトの。大好きなんだけど。普通にこのデブタヌキのも全然好きなんですけど、コロンとしたちっちゃいやつも好きなんだよね。これ安いのかな？どうなんだろう？でも2200円では取れないし、めちゃくちゃ大きいな、これ。買ってってもいいんじゃない？これちょっと欲しいです。はい。ということで、裏側ワンピースのコーナーです。すごい、めちゃくちゃ素朴な表情のゾロがお出迎えしてくれた。見えるかわからないんですけど、ストロングワールドの時のゾロ。すごいね。なんか、ちょっと一瞬待って欲しくなってきちゃった。あ、レイリーいた。すごい、嬉しい。今ちょっと撮ってみたら人の手に渡ったレイリーでした。残念。開封品は、ちょっと今レイリーにね、ただでさえ複雑な感情を抱いてるんで、バイバイっていう感じです。裸品だけどさ、これめちゃくちゃいいよね。大好き、このウソップ。こういう開封のフィギュアってさ、中身見れるからさ、いいですよね、それも。実物見て決めれるから開封も全然いいと思うんですけど、私結構開封でね、痛い目を見てるので、パーツ足りなかったりとか、基本ね、開封は集めてないんですよ。これめっちゃ欲しいんだけど、ネガティブメモスタンドだって。ちょっと表情があんまりちゃんと見えないけど、めっちゃ欲しい、これ。どうやって使うの？あ、こうやって使うのね。何かをメモしておくこと、私あるかな？あんまりないんだよね。大雑把な性格だからメモとかあんましないからさ。うわー、ゾロ3時フランキーいるのね。全員欲しいんだけど。これを集めるたびに私出発しようかな。あ、これ珍しいんじゃないですか？ワンピースエモーションのルフィですよね。これね、めちゃくちゃ可愛くてね、お気に入りの一体です。いたわ、レイリーもう一人。これも開いてる？そうだよね。フィルムないから開いてるよね。これね、視聴者さんからいただきまして、でも何体でも欲しいやつです。もう、愚かもん。これも欲しいわ。これ、ログストーリーズ。まだ持ってない。で、多分さ、奥にさ、ブロリーがチラ見えしてるよね。後ろからこんにちは。ナミのアーツある。安っ。2300円。これ未開封だよ。めちゃくちゃいいじゃん。ちょっと欲しいです、これ。あと私、このエースの顔が結構好きで、MSP のエース。これも開いてないんだったらちょっと、開いてないはず、これ。開いてないんだったら欲しい MSP。あとね、このハンコックのパープル衣装も好きで、紫とか水色とかそういう感触が好きなんですよ、私。こちらもね、開いてないみたいなのでね、2300円お買い得なんじゃないでしょうか。見て、これめっちゃ昔のやつじゃない？赤犬のフィギュアある。すごーい。顔結構良くない？ちょっと欲しくなってきた、これ。なんか、炎がラメっぽくてかっこいいんだけど。でも結構古いよね、このくじ。いつのくじなんだろう。赤犬さんのね、一番くじ結構貴重なのでね、こういうので一旦お茶濁しとくのもいいかもしれない。あ、フィグライフのティーチいるわ。これもまだ持ってない。フィグライフ全然集められてない。フィグライフもね、欲しいんだけどね。あと最近あんまり見なくなったルフィのグランディスタ。小田さんも認める一体ですからね。めちゃくちゃお気に入り、私も。だけどなんかあんまり、この裸品とかは見るけど、箱で開いてないやつって見ないかもしれない。フランキーいる。
で CB のフランキーだ、超欲しい。これ開いてないっぽいし、箱がここちょっとダメージあるぐらいなので、全然私的にはいいです。フランキーあんまり見ないんだよね。本当に全然いないフランキーマジで。なんでフランキーと、最近はちょっと見たけど、ブルックと、あたりが結構いないかな、やっぱり。すごい、これ。ゴーイングメリーゴー限定カラー、ちょっと欲しいんだけど、こういうセピアカラーもかっこいいよね。ラストワンなんだ。チェンジオブジェネレーションっていう一番くじのやつなんだ。へー、船もいいよね。私も欲しいです、船。モビーデックは家にあった気がするけど、これちょっとありですね。なんか出来も良さそうだし。6000円か。6000円で船買えるんだったら良くないっていうのはある。写真をイメージです。本商品は水に浮かべられません。そっか、子供浮かべたくなっちゃうよね。私もちっちゃかったらやってたかもしんない。レイリーおるな。これさ、開いてなかったらめっちゃ安い気がするんだけど。そうなんかね、グラメンのレイリーちょっと高いんだよね。で、なんかね、ちょっと箱が汚めのレイリーを買った気がするんだけど。これどうなんですか？開いてないんですか？開いてないんだったら欲しいんですけど。買って帰ろうかな。グラメンのレイリーもめちゃくちゃかっこよくて、2体欲しいんだよね。持ち歩きやすいし、何より。ね。持ち歩くことを想定してフィギュアは作られてないからしょうがないけど、持ち歩きやすいんですよ、この子。やばい。唯一予約し忘れたフィギュアーツゼロバカ安いわ。コビーなんで予約し忘れたんだろう。今2800円で売ってるわ。待って、持ってない CB がいる。また。開いてないです。しかもこれは箱綺麗だわ。多分、フランキーちょっと箱なーりみたいな感じだと思うんだけど、これは見当たらない。私ね、リペイントバージョンというか、この新しい方の CB で集めてるので、全部揃えたいから、それで揃えたいんだよね。すごい。クリエイターのミホークいる。たまにめちゃくちゃ厳重にもうラップ巻かれてるね。かっこいいね。これも全部集めたいんだよね。クリエイターはでも高いからちょっとずつ集めていかないと。バカ安いですね、鬼ヶ島どんぶり。一回動画で使って以降使ってないな。日の目を見ていない。これあれだ。15th エディションのだ。すごい。ブルック珍しい。単体でいてでも何ができるって感じだけど。どうしよう。ちょっと欲しい。サウロいる。めっちゃ欲しい。サウロ連れて帰ろうかな。超懐い顔のジンベエいる。私ね、昨日メンシプで造形王のジンベエ開けたんですよ。めちゃくちゃ良くて。ジンベエ欲は高まってはいるんだけど、って感じ。これめっちゃ欲しい。このナミさんめちゃくちゃ可愛いよね。これ黒もあって、持ってたかな私赤。そう、それもね、わからない。何もかもわからない。でも2体いてもいいぐらい可愛いよね。我が家のクリスマスの装飾はこれで決まりみたいなね。ツリーとかは出さないけど、クリスマスサンタ衣装のナミさんを出して、ケーキを食べて、クリスマス気分を味わう。悲しい独身男性の過ごし方みたいだな。別にそれもいいと思うんだけどね。ちょっと今ひよってフォローしてしまいましたけど。いた、ここストロングワールドのサンジもいる。めっちゃちょっと素朴すぎる顔のサンジ。めちゃくちゃ好きです。いやー、なんか古いやつもね、記念に1個ぐらいは、1シリーズぐらいは揃えたいんだよね。ここは鬼滅のコーナーみたいですね。ちょっとね、鬼滅も見ていこうかな。一応今探してるやつがあるんだよね。パッと見た感じあるかわかんないんだけど。そう。この2人を探してるんですよ。これはね、視聴者さんからいただいて持ってて。そう。みつりちゃんとかもね、これも可愛いよね。欲しいなと思っている一体であるんだけど。こういうさ、2人1組になってる、子供のやつが欲しい。あった。やばい。これめっちゃ欲しかったの。私ね、この牛太郎と梅が鬼滅の中で一番推しで、基本もうこの2人のフィギュアをメインに集めてるんだけど、このくじこれしか欲しいのいなかったから引かなかったんだよね。なんかそのままあれよという間に値段が上がってしまって、で、どこにもないしみたいな。他の2人だったらいるんだよね。ムイくんたちとかだったらいたんだけど、これ開いてないよね。開いてないと思うんだけど。開いてない。めっちゃ嬉しい。やったー。ここら辺もね、すごい人気だったよね。ラストワンこんな値段なんだ。C 賞もこんな高いの？すごいね。でもよかったもんね、鬼滅の映画。私、中の人が大好きなので、すっごい映画は楽しくね、見たんだけど、確かにコマジ欲しいかもしれない。はい、ということで、こちらは自助コーナーです。川尻工作もいる。アブドゥル、毎回笑ってしまう。モンストで忘れてないからな。詳しくは私のモンスト動画を見てください。致死量のアブドゥルに殺されそうになってます。イギーね、これね、いつもね、引きに行くね、優しいローソンの店員さんにこれあげたんですよ。そしたらお店にずっと飾っててくれてて、超嬉しいなと思って。あれ人気のシリーズじゃない？うちにも前いた気がする。ブチャがいますね。ブチャオンリーです。
なんか胸像のマグネット珍しくないですか？いいね。そう、でも私マジで本当にあいつを探している。キラークイーンを。うわ、キラークイーンってなってる。これめっちゃ古いやつじゃない？一番くじ、ジョジョ、ジョルノ・ジョバーナ、スタンドフィギュア、ラストワンと、スタンドフィギュア。これ、クリアなのか。なるほどね。へー。色は違うのかな？どうなんでしょうね。気になるわ、これ。出来が良いんだったら、スタンドとセットになってるんだったらお得だし、どっちか買って帰りたいけどね。で、ジョジョの裏がブリーチコーナーです。下の方に遊戯王もある。いいね、銀高っ。銀やっぱ人気だね。いいね。バンビエッタちゃんいるわ。そう、リラックスタイムね、まだ持ってないからね、探しております。すごい。私、ジゼルちゃんも結構好きなんだよね。可愛くない？好きです。このブリーチとリラックスタイムの相性がめちゃくちゃいいなと思う。いいね。山本源流祭しげくにもいます。日本語的に声に出して読みたいだけ。山本源流祭しげくにって言いたいだけ。で、下がね、ちょっと遊戯王がいて、可愛いこれ。めっちゃ可愛い。ポップアニメーションのやつ。うわー、ここはブラマジとかバルキリアとか。で、下にね、ラーがいます。この間ね、プライズで素敵なブルーアイズをいただいて、それめちゃくちゃお気に入りなので、遊戯王のプライズもね、機会があればまた開けたいなと思います。で、ここがハンターだね。キルは13,000円、もう一体欲しいとか言ってた。アホ、私。もう、隣のゲンスルーなんで3,200円。悲しい。このゴン4,700円もするの？奥のクジラ島のやつ。プリティゴンちゃん。大好きなんだけど。うわー、これも取りに行けばよかったかな。もう普通に救い出したよね、このキルは。1,600円。全然もう一体いていい、家に。欲しい、これ。ネテロ。すごい。アイザック・ネテロ。なんかフルネームで書いてあるのびっくりする。シュートいるわ。シュートとナックル持ってないんだよね。めっちゃ欲しくて探してる。シュートとナックルセットで売ってないかな、どこに。これもでも安い方だったら買って帰りたい。下はね、ちょっと誘白のくじありますが、私がまだ引いてないやつですね。カラスちょっとかっこいいじゃんと思ったらやっぱりそこそこのお値段がします。出来いいのかな？もし開けた人いたらどんな出来だったか教えてくれたら嬉しいです。それによってはちょっと買っちゃおうかな。で、後ろもヒロアカのコーナーです。エンジいるわ。かっけえ。エンジアソイチでしたね。いい男。こうしてみると。ちょっと待って、このデク、この異様に面長なデクは誰ですか？誰？これは日本のデクなのか？違う気がするぞ。違うぞ、これは。海外のデクだ。ちょっと待って、とどろきくんも心配だな。でも、ダントツでデクが重長。誰ってなる。隣こんなんだよ。サイズ違うとはいえ。これと比べてもちょっと、やべえですよ、これは。欲しい。なんか一周回ってめちゃくちゃ欲しくなってきた。連れて帰ろうかな、もう本当に。はるばる海外からこんなところまで来てくれたんだったらもう、私のお家に迎えるしかないね。これ欲しいんだよね。最近のプライズでもダントツで出来が良さそう。すごい気になってる。やっぱかっちゃんのフィギュアっていいフィギュア多いよね、結局。隣さ、配給コーナーなんだけど、もうすぐ押し入るんだよね。B とラストワン。これ、ラストワンちょっと笑ってるんだ。ラストワン安。買って帰ろうかな。もう、すぐ安いと買って帰る。推しだから。そう、配給ではね、ケンマくんが推しなんですよ。猫間高校です。血液を回せっていう、めちゃくちゃ好きです。私はね、前もどっかで言ったかもしれないですけど、ケンマとクロウのペアがすごい好き。で、ちょっと坂本デイズとか、愛ちゃんとかいて、かわいいかわいい。唐突なゴールデンカムイ。恋と勝利めっちゃ浮いてる。すごい。結構揃ってる。安西先生いる。欲しい？ちょっと。忘却バッテリーもあるじゃん。忘却バッテリーも大好きなんだよね、私。忘却バッテリーだったら、東堂くんが大好きなんですよね。かっこいい。ちょっと好み分かりやすいな。コナンのコーナーもある。松田いるんだけど、ちょっと欲しい。いやでも松田。いやでも私には孔明が。松田もめっちゃ欲しいんだけどさ、孔明もう一体探してるんだよね。欲しくて。やっぱさ、コナンのやつもさ、人気なキャラこんぐらいの値段になっちゃうんだ。だってスコッチ5,300円するもん。カンちゃんいる。カンちゃんもこれ、一緒に飾ってあげるべきかな。ユイいなくない？欲しい、ユイも。ユイいないかな。ちょっと待って、こっちの松田の方が安いんだけど。どうしよう。いや、でもさすがにコナンをさ、推し一人にしないとまずいよね。結構ね、コナンの推し遍歴が赤井さん、松田、高明なので。そう、私なんかさ、最近、赤眼のブームがね、そろそろ DVD 届くんですけど、ブルーレイ予約してて。で、もうなんか、全然グッズ出なくなっちゃって、すっごい儚いなって思った。まだ大好きなんだけどね、私。で、お隣がキセコイですね。ちゃんとこれあるね。私持ってますよ。これめちゃくちゃいいよ。小物が超細かくて最高。これかわいい。ミコさんだ。
ちょっと待って。AMP のさ、ブラックロベリア買おうと思ってたんだよね。1200円だったら欲しいんだけど。買って帰ろうかな買って帰ろうかなっていうかなんか、プライズを私的に別にしてほしいんだよね。まあこれはもともと取ろうと思ってたものだしっていうので、ちょっと最新のプライズ別枠にしてほしい。お買い物に入れないでほしいぐらいなんだけど。1200円だったら全然あり。ミコさん結構高いね。大きいのかなねえ、今裸品のところに私の旦那さん見つけた。持ってるけどね。で、バキ持ってないわ。うわぁ、裸品だけどちょっと欲しいな。この2つめっちゃ欲しい。てか、カオルちゃんはなんかもう、うわぁ、めっちゃ悩む。欲しい。てか、奥のさ、彫像アートのさ、ジョジョのも、良くないこれ。かっこいい。ジョナサンだね。うわぁ、裸品で17,000円とかする。でもこれ出来良さそうだもんね。これちょっと見てみたいな。どうしよう。でも私もう本当にジョジョの高額にまで手を出し始めたら、もう一体今ね、センチネルでめっちゃ我慢してんの。ということで、ショーケースも見ていきたいと思います。で結構なんか雑多に置いてある感じ。上の方、奥さん、相馬のバニーでしょ。で、ブロリーね、これ。これ、上の表記を読むとどっち入ってるかわかんなくて、通常って書いてあるんだけど、どっちを通常と取ってる ?16,500 円なんだけど、どうなんだろう。聞いてみてもいいかもしれない。本当はこれ2体目欲しかったのよ。で、あとね、ナルトのこれですね。人気だよね。家に届いてまだ開けてないです、私。これも欲しいやつだ。大猿ベジータと孫悟空フィギュア。このね、大猿が良くてね、大きい大猿が欲しいんだよね。うわーすごい。ブルックの CB もいる。CB の中でブルックとハンコックのパッケージがめちゃくちゃ可愛いんだよね。すごいお気に入り。で、ナミもいるし、マザラ今こんな値段なのやば。あ、すごい。アーカイブスとかまとめてある。ブルーのマントのルフィとか珍しくないジャンフェス2007の記念のやつなんだ。すごいね。私結構ブルーが好きで。てか今さ、ワンピースベースショップでもブルーのさ、限定のやつ出るじゃないですか。それと一緒に飾ったりとかしても楽しそう。でもこれ、台座がでも袋に入ってるっぽいから飾ってはなかったのかなこれ昔あれだ。先行展示みたいなの見たな。椅子に座ってるちょっとおしゃれなやつでしょ。これいいよね。ビビの BB がある。ややこしい。でもこれ開いてるわ。横を切られてる。バイバイ。話は終わりです。すごい。アラバスタのがある。ドラマチック19,000円でございます。こちらね、視聴者さんにいただきまして本当にありがとうございます。やば。赤いのこれ、ソイチだからこんなことになっちゃってるよね。おばちゃん草喋り方。28,000円やばくない持ってるからあれだけどこれ、今こんな値段なのやばいね。やばい、めっちゃ珍しいの見つけた。奥のさ、わかりますこれ。集英社の通販限定のドラゴンボールの昔出たフィギュア、金と運と、ちょっとここまでしか寄れないんだけど、ショーケースの品だから。16,800円だって。でもこれ全然ないんじゃないすごいよ、なんか、ゴールドのプレートにバイクに乗ったブルマとかが書いてある。で、あと私がこの間買ったソフビのね、シリーズの父とかいますね。かわいい。で、隣のショーケースこんな感じです。やばくない上のバニー。だって手がこんな感じ。持って帰れないよ、これ。アズルレーンか。ポールもついてるんだよね、きっとこれ。すごそう、これ。実際飾っている人とかいたら見てみたいな。仲良くなれそうな気がする。お尻の質感とかやばいもん。もう光が邪魔だ。映してはならないっていう配慮なのかな。かわいい、これ。USJ のやつじゃないポップコーン。めっちゃかわいいね、これ。私、ポップコーンバケット基本さ、ディズニーのしか買わないから、こんな可愛いんだね。キルアの SH がある。ちょっと欲しい。もうマジ毎回言ってる気がするもん。これもどうせ高くなっちゃうのかな。でも SH 飾ってないんだよな、全然。箱で飾るみたいになっちゃう。大好きメタファー。みんなメタファーやって、全人類やって。何これ坂田銀時スクーターフィギュア。銀さんの顔はちょっと微妙だけど、スクーターめっちゃいい。わかんない。銀さんの顔あんまりちゃんと見えないな。欲しい。もうそういうメカとかあると好きになっちゃうからさ。噂の義勇さんですね。アルター7万。でも再販決まったんだよね。よかったね、みんな。今これめっちゃ探してる。ラストワン。15,000円。ちょっと落ちるのを待ちます。持ってないやつじゃん。ラストワンのブロリー。そう、これラストワンちょっとテカテカしてるんですよね。当時、振るとチャポチャポ音がすることで話題だったブロリーなんだけど、どうなんだろう今もう、さすがにチャポチャポ言わないのかな ?18,000 円。ちょっと相場をね、このブロリーの相場は全然知らないんだけど、いつかもう一体欲しいなと思ってるので、それのもう一体がラストワンでもいいよねっていう風には思ってるから、どっかのタイミングで、ちょっと大宮から持って帰るには大きいけど、どっかのタイミングで欲しい。
ということで全部見終わりました。隣のヒロシもおもろ。結構欲しいのがたくさんあって、プライズとかも安いし、そう普通にネット相場ぐらいのものとかも結構あって、あとそれよりちょっと安いものとか。でも本当に物によるんですけど値段。めちゃくちゃお得に買い物できそうなものが結構あったので、欲しいものをね、ちょっと優先順位つけていろいろ悩みながら買っていきたいと思います。いやー、どれにしようかな。ということで買ってきました。買ってきたのでお家に帰りたいと思います。ということで帰ってきました。埼玉のフィギュアショップの中で私的に外せない存在だった駿河屋大宮店さん。埼玉ブラショ制覇計画が着々と進んでるんだけど、一個だけ悲しいことがあって、動画の冒頭で言ってた毎週ブラショ生活、この駿河屋大宮店さんに行って以降完全に途絶えてて、なんなら今年まだ一回もブラショ行けてないです。最近疲れやすいなって思ってたんだけど、ブラショ不足なのかもしれない。まだ今回買ったお宝も開けられてないしね。ということで今回も予算2万円で何を買ってきたのか発表していきたいと思います。1体目がこちら、POP-CBR3 のフランキー。未開封でお値段が5200円でした。POP はね、私CB も含めてコンプを目指してるので、これは当然買いです。ちなみに調べたところ、あと持ってない CB、一味で言うとルフィ、ウソップ、ブルックの3体。子供時代のフランキーめっちゃ好きだからゲットできて嬉しい。っていうかさ、子供の時のフランキーさ、マジイケメンだよね。このまま大人になってほしかった。そしてフランキーといえば私1個怒ってることがあるんだけど、なんでフランキーのランランラン出ないの？一味内で格差を作るの本当に良くないと思います。続いて2つ目はこちら、ドラゴンボールカプセルネオ with ワンピースフランキー&ベジータ。こちら未開封でお値段が2600円でした。これはね、多分ね、映ってなかったと思う。前回カワマンさんのブラショでこのシリーズのコンプセットっていうものを買ったんだけど、このフランキーたちとあとチョッパーとピッコロのだけブロンズ版だったんだよね。だからね、まずはフランキーたちのカラー版を見つけることができてめちゃくちゃ嬉しいです。まだね、このドラカップ開けてなかったんだけど、どうせならカラー版が全部揃ってから開けようかな。これさ、チョッパーとピッコロのカラー版だけめちゃくちゃ人気とかないよね続いて3つ目はこちら、一番くじスリラーバーク編 E 賞ネガティブメモスタンド3時。こちら未開封でお値段が2000円でした。結局ね、これも買っちゃった。私ネガティブ状態のみんな本当に可愛くて大好きなんだよね。多分これをメモスタンドとして使うことは一生ないし、なんだったらメモを取るってことすらもう一生ないかもしれないんだけど、一応こうやって使うらしいです。こちらね、あとゾロとフランキーがあるので、これは絶対揃えたいと思います。ちなみに私がネガティブ状態を見てみたいキャラクターはシュライヤです。慰めたい。続いて4つ目がこちら、一番くじ鬼滅の刃不滅の絆に C 賞の牛太郎&梅。未開封でお値段が9800円でした。お店でも言ったけど、本当にずっと探してた一体なの。いやー、もうこれマジ箱越しに見てるだけで可愛すぎる。しかもこれで私の鬼滅フィギュアコレクションは完成だと思います。やったー。完結してる漫画のいいところは推しキャラが増える可能性がないから、これ以上出費がかさまないってことだよね。ただ鬼滅は映画のクオリティがやばいから、もし次の映画とかで国志望推しになっていたらごめんなさい国志望な。しかも私結構クリーチャーっぽい見た目好きだし、すごいビキビキのフィギュアとか本格的なやつが出たら、それはそれで集めちゃいそうで怖いです。さあ、そして続いて5つ目はじゃん、こちらドラゴンボール Z クリーチャーズヘッドキーホルダー。こちら種類がフリーザの第3形態。こちら未使用品でお値段が1600円でした。これタグがついてるから未使用ってことだと思うんですけどもうどっちでもいいよねこれ。私フリーザは第3形態が一番キモくて大好きなんだけど、このね青いね下にやられて買っちゃいました。1600円。キーホルダーとしてはなかなかというか、普通におしゃれなさフランとかで売ってるキーホルダーと同じだけの価値があるということです。価格帯的にはフランに並んでてもおかしくないというね、恐ろしいなこれ。本当はね鍵につけようかなって思ってたんだけど、結構ねこれ手と比較しても思いのほか大きくて邪魔なので、ちょっと何に使うかは未だに使い道を見出せないでいるんですけれども、使い道がね決まったら皆さんにご報告したいと思います。ということで私が買ったものはこちらで全てになります。ここで最後に使った合計金額の発表なんですけれども、
今回この5点の合計金額は合計21,205円でした。イエーイ。21,000円消費税内です。もうこれはねほぼ誤差と言っていいでしょう。やりました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回撮影させてくださった駿河屋大宮店さん、本当にありがとうございました。すごくね素敵なお店だったので、私もまた暇を見つけていきたいと思います。そして皆さんぜひ引き続きね、こんなお店おすすめですよっていうのがあれば教えてくれたら嬉しいです。この動画が楽しかった方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。動画を見てくれた皆さん、ありがとうございます。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter のフォローも待ってます。